どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回までのクリプトコリネオンリー水槽立ち上げ動画は見ていただけたでしょうか？まだ見ていない方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、ぜひ見てやってください。前回までの過程で、ほぼほぼ水槽内のレイアウトは終わり、あとは植栽を残すのみとなりました。膨大な量のクリプトがあるため、植栽は結構大変になりそうですが、微暴録も兼ねてしっかり映像に残していきたいと思います。そうしないとどこにどのクリプトを植えたかわからなくなっちゃいます。自分がクリプトの種類に詳しければ別にいいんでしょうけど、あれだけ買ってて未だに水中でどんな感じになるのか一つも分かってませんからね。一応下調べはしましたが、どのクリプトをどこら辺に植栽したらいいか全然分かってないので、植栽する映像を見ながら、こいつこのクリプト変なとこに植えてんなとかツッコミを入れながら見ていただけると幸いです。それでは早速やっていきます。自分の水槽内で増やしたクリプトコリネトンキネンシス以外は全て組織培養水草ということで、開封してから培地を取り、株分けをするまでに膨大な時間を要したため、翌日の作業となっております。一応下処理をしたまま1日乾かないように置いていましたが大丈夫でしょうか？まずは植栽する前にソイルを濡らしていきます。以前までは霧吹きでやっていたんですが、60センチ水槽だとあまりにも時間がかかりすぎるため、今回は浄水器のミストモードで濡らしていきます。この濡らしが甘いと圧倒的に植栽がしづらくなるので、皆さんもしっかり濡らしておきましょう。個人的にはソイルが若干浸るくらいが一番植栽しやすいと思ってます。ADA の立ち上げ動画とか見ても結構植栽しながら水浸しになってる気がします。今回初めて浄水器で直接湿らせましたが、これ超簡単ですね。これから60センチ以上の水槽を立ち上げるときはこれを使うと思います。浄水器持ってる方はこのやり方おすすめです。こんな感じで全面がひたひたになるくらい吹きかけたら終了。というわけで、ソイルもしっかり湿ったところで最初に植栽していくのはこちら。クリプトコリネルーケンス。こんな感じで一つ一つの株分けを10個以上の組織培養すべてに行うのは苦行でした。組織培養は株数が多いからこそ、この下処理が面倒ですよね。ルーケンスは前傾から中傾層のクリプトということで、最前面には植栽しませんが、割と手前に植栽しておきます。結構密に植えているのは ADA のルーケンスもあるからです。ADA のものと場所を分けておいて、どういった違いが出るのか見るのも楽しそうですね。というわけでガンガン植栽していってますが、自分はよくある焚き火ごとかで区画分けして植栽することはしてません。だいたいフィーリングでなんとなくやってるんで毎回失敗します。今度もしかしたら焚き火後に挑戦するかもしれません。多分しないと思うけど。そんな感じでチャームルーケンスの植栽は終了。結構みっちみちに植栽することができました。やっぱチャームで売られてる組織培養は株数が多くていいですね。続いてはこちら、クリプトコリネルーケンス。こちらは ADA のルーケンスですね。先ほどのチャームのものより圧倒的に株数が少ないです。ここら辺はさすがは ADA といったところでしょうか。先ほど植栽したルーケンスの右隣に同じくらいの奥行き感で植栽していきます。見てもらったらわかる通り、全然葉の形が違いますよね。チャームのものは全体的に細葉ですが、ADA のものは根元が細く、真ん中あたりがまるっとしている印象を受けます。そんな感じで一列植栽したら終了。だいぶ株数に違いがありますね。続いてはこちら、クリプトコリネパルバ。こちらは最小種のクリプトということで、やはり一番前に植栽していきます。1カップのみということで、だいぶ間隔が広いです。ここから茂みになることは考えづらいので、どうしても我慢ならないときは、組織培養を追加するしかなさそうですね。ルーケンスを前目に植栽したのは、このパルバの数が少なかったからです。
一列植栽しましたが、結構隙間があって何とも言えない感じになってしまいました。やはり 2,3 カップは欲しかったですね。続いてはこちら、クリプトコリネウェンティグリーン月光。こちらは若干符が入っているような色合いのクリプトです。ADA 組織培養でそこまで株数も多くないということで、流木の裏側ら辺にちょこっと植栽。左だけに植栽しようかと思いましたが、なんか色合いがこれだけ違うので、バランスを取るために右側にも一列に植栽しました。これが吉と出るか凶と出るか。続いてはこちら、クリプトコリネウェンティトロピカ。こちらはチャームで購入したトロピカですね。まさしくクリプトといった感じの茶色のクリプトなので、今回は流木の手前に植栽し、組み合わせた流木の境目をぼかしてくれることを期待したいと思います。思いのほか株数が多く頑張ってキツキツに植栽しているんですが、なかなか入りきらないです。もっとルーケンスを左側に植栽しておけばよかったですね。流木の足元を隠すように植栽しているので、底上げに使った溶岩石の接着面も隠してくれるのではないでしょうか。真ん中あたりに全部植えようと思ったんですが、さすがに入りきらなかったので、右側に余った分を植栽して終了。続いてはこちら、クリプトコリネウェンティミオヤ。こちらは右側の中継部分に植栽していきます。組織培養の中では結構明るい緑色ですが、成長後はどんな感じになるでしょうか。これで手前にある月光の方が背丈が高くなって隠れたら泣きそうですね。チャームの組織培養で量が多かったので、だいぶいろんなところに侵食しましたが、なんとか植えることができました。続いてはこちら、クリプトコリネウェンティブラウン。こちらもチャームのものなので量が多いです。先ほどのミオヤと反対側の左に植栽していきます。ウェンティブラウンという種類ではありますが、組織培養の中ではこんな感じで真緑です。これが水中用を展開していくにつれて茶色になるんだから、クリプトは面白いですよね。この水槽を立ち上げつつ、なんとなくクリプトって奥が深いなと思い始めました。種類がめちゃくちゃ多いのもありますが、水上と水中の色味や姿の変化が著しいので、それを踏まえて植栽していかないとなかなか難しいと感じます。まあ、それはこれから経験していくんですけどね。例に漏れず株数が多すぎて最後らへんはギチギチに植えました。続いてはこちら、クリプトコリネヌーリー。これは先ほどのウェンティブラウンの奥に植栽します。と思ったんですが、奥に行くにつれて傾斜が高くなっており、水があまり浸透しておらず植栽がしづらくなったので、一旦水を入れていきます。なんかこの光景、ADA の植栽風景みたいな感じでどやれそうですね。やっぱ浄水器って神ですわ。ひたひたにして植栽しやすくなったので作業再開。もうすでに後茎部分にまで達しており、半ば無理やり植える感じになってます。これ一番奥のトンキネンシス、1列くらいしか植栽できそうにないですね。まあ、ここら辺もなんとかなると信じています。続いてはこちら、クリプトコリネウェンティグリーン。いきなり出てきたこのクリプト、実は使う予定なかったんですが、こっそり買ってた組織培養を水槽内で育てていたので、流木の奥に植栽していきます。すでにだいぶ成長しており、背丈も高いので、いい感じに流木の上からひょっこり見えるのではないでしょうか。若干左寄りのヌーリーの隣くらいに植えてます。続いてはこちら、クリプトコリネペッチー。これは茶色っぽいクリプトですね。左側にウェンティブラウンを植栽したので、こちらは右側に植栽していきます。茶色系の暗めの色のクリプトを後ろに持っていくことで、できるだけ奥の輪郭をぼやかそうと考えていたんですが、遠近感を出すなら奥に行くにつれてどんどん色の薄い水草を植栽した方が良かったですね。まあ、そもそもそこまで考えていないのでよしとします。もはや植栽するところも残っていませんが、続いてのクリプトを植えていきます。クリプトコリネアクセルロディ。こ
こちらは ADA のものなのでそこまで株数は多くないです。なんとか隙間に植栽していきます。最高列は後継層に取っておかないといけないので、中央やや右寄りの完全に流木に隠れる場所に植栽しました。果たしてこのクリプトは正面から見えるくらいに育つのでしょうか。続いてはずっと温めておいたクリプトコリネトンキネンシスを植栽していきます。こちらはテーブ状のクリプトなので一番後径に植えます。結構な量があるので後径1列くらいであればしっかり全部植栽できると思います。正直30センチキューブ水槽で適当に管理していた割には綺麗に育ってくれてるので、今回の水槽でも茂ってくれることを祈ってます。葉が大きくなることはないと思いますが、枯れたり溶けたりだけはやめてほしい。クリプトは環境が変わると溶ける性質があると言いますが、このトンキネンシスに関しては水中から水中なので、組織培養よりも育ちやすいんじゃないかと期待しています。そんなこんな言いつつ中央付近に植栽していき、最終的に右側まで到達。この右側はなぜか少しだけ前目に植栽していますが、これは最後の後継層であるクリプトコリネシバダサニーを植栽するためですね。こちらのシバダサニーの方が圧倒的に背丈が長くなるので、右側に植栽することで流木と同じように右から左に傾斜するような感じにしていきたいわけです。ただ、このシバダサニーは株数も少なく、これが溶けてしまうと一気に殺風景になってしまうため、他のクリプトよりも心配度は高いです。できるだけいっぱい増えて後継を追い尽くしてもらいたいです。というわけで全てのクリプトコリネを植栽し終わりました。総勢12種類のクリプトを所狭しと敷き詰めましたがいかがでしょうか。最初はどうなることかと思いましたが、思いのほか詰め込むことができましたね。ただこれからが本番ということで、簡単な有形層とは違い、水質の変化に敏感と言われているクリプトを溶かさずに上手に育成することは可能なのか。まだまだ未知数な水槽ですが、今後の展開も期待していただけると幸いです。これからのこの水槽の動向が気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。